ここは深セン南山花伎園。ハイテク企業が集中し、近くには WeChat を手掛ける店をはじめ、中国を代表する企業が集まるエリアです。入り口を探してみると、無数の室外機に埋もれるようにひっそりとありました。正直、最初はここがマンションの入り口だとは気づきませんでした。結構3階。中に入ると、共用部分の壁には各世帯の電気メーターや配電設備がずらりと並んでいます。そして共用廊下に入ってまず目を奪われたのがこの大量の洗濯物です。廊下から入る光を遮ってしまうほど頭上いっぱいに服が干されています。足元を見ると今度は大量の靴。玄関の中に靴箱を置く余裕がないのでしょうか。さらに鍋や家具、植木鉢まで。本来なら部屋の中にありそうなものが廊下にまで溢れ出しています。陳さんが中庭を案内してくれました。この建物は八角楼と呼ばれるシェンジェンの発展期から残る古い集合住宅です。中央には大きな吹き抜けがあり、それを囲むように共用廊下と小さな部屋が並んでいます。現在は家賃を抑えながらこの地域で働く人々の住まいとして利用されています。ふと上を見上げると視界を埋め尽くすほどの洗濯物が干されています。今日は平日の昼間、人の姿はほとんどなく、建物の中は驚くほど静かです。でもこの洗濯物の数を見れば、ここでどれだけ多くの人たちが暮らしているのかが伝わってきます。共用部分だけでも十分驚かされますが、ここから3階に住むご家族の部屋を見せてもらいます。初めてここ3階、2階じゃないの？なるほど。3階、2階じゃないの？外から見るとこの建物の構造がよくわかります。1階の店舗部分は半地下のようになっていて、階段を上がった2階から住宅部分が始まっていました。八角楼の中でも比較的広い角部屋にお邪魔させてもらいます。店員さんと一緒に住んでる。そうなんだ。ここは誰の子供さん。お母さんと一番下の子ここに住んでて、奥行き 5.5 メートル、横幅が 3.5 メートル、間取りとしては20平米のワンルーム。決して広くない居室に家族と従業員合わせて4人で10年以上住んでいるみたいです。で、こちらが洗濯機と洗面所ですね。この狭さで料理をすれば匂いはあっという間に部屋中へ。上はもう吹き抜けでやってる。寝る場所も食べる場所も全てが同じ空間です。気になる家賃を聞いてみました。3600元。太贵就不敢多租啊。でも高い家賃が3600元。7万3600円で20平米进去这一小间。この広さで7人で高い。安い方だといい方、高い。いや、自分が高いとか言ってるんですよ。もっと安くしてほしいって。建物の古さを考えると決して安くありませんが、南山花伎園という立地を考えれば納得できる金額です。7人も一緒に暮らしていて、音の問題などはないのか聞いてみました。いびきとか気にならないんですか？はい。いびきとか。就比如旁边人打呼噜那些，你们不会觉得那个什么？我们呼噜还好，除了我老公打呼噜，他打呼噜，然后我就给他买了一个这个呼吸机，我给他配上的。旦那様するんだけど、それで使って。对。無呼吸だから。そう。他晚上就あれ面白いね。配慮してるんだ。一緒に暮らす従業員たちへのそんな小さな気遣いの中に、この夫婦の人柄が少し見えたような気がしました。ではその旦那さんは一体どんな人なのでしょうか。はい、
には本心さん53歳、重慶から深センへ出てきて12年、従業員を抱えてこの中華店を営んでいます。せっかくなので中華をいただきながら昴生さんに話を聞いてみました。これ大好きだ俺。一番いい時で1ヶ月売り上げどれぐらい来たんですか1ヶ月の売り上げを聞いてみました。一个月就是10多万吧，10万还是10万？以前のその昔は売り上げは20万件だから400万違う400万400万で今は200万半分人が減ったからかつて深センは全国から多くの働き手が集まり、2006年には常駐村だけで約442万人が暮らしていました。しかし今は家賃や人件費の上昇、工場の統合移転などで街の姿も変化、深セン全体の人口は増えているものの、その変化がお店の売り上げにも現れていました。そんな全部教えてくれるんだ。そうですよ日本は絶対無理や絶対言わない絶対教えてくれない。話の途中、昴生さんが突然何かを取り出してきました。多分言葉は分かんないけど、せっかくだから吸わせてやるからっていうことでしょ。そう娘さんの友達がお土産で日本から持ってきた書いて、なんかすごく大事にしてたのに、なんか日本の方してるから大事に取っていた日本のタバコを私たちのために開けてくれました。すっごいカンカンのやつだ。这是你们老家产的吗？这个烟非常贵的。僕はタバコを吸わないので、日本のタバコは中国人の口に合うのか聞いてみました。1ミリ。你女儿的朋友去日本旅游。他去那个不是。美味しい？美味しい。美味しい？小さがあんまり柔らかい。このタバコをきっかけに話は長女さんのことへ。長女がファーウェイに勤めて。どこに？可能ファーウェイ。次女がドイツの会社に。話を聞いていると、深センまで出稼ぎに来た理由が少しずつ見えてきました。やっぱり目的はじゃあそのお金を稼ぐことと、まあ子供の教育を受けさせること。所以你们就是来深圳的话，就是为了把你3个女儿然后养大。そうです。そのためにどれくらい働いてるのかを聞くと、毎日朝6時から起きて夜1時。6時から1時？休みの日はいつ？昴生さんの答えに驚きました。休まないです。定休日ないん？そう、定休日はないです。朝6時から1時まで。朝6時から深夜1時まで。ほぼ休むことなく10年以上この生活を続けてきた昴生さん。何かを成し遂げるためにただひたすら働き続ける。正直自分が同じ立場だったら絶対無理でしょうね。51歳で人生何週分働いてるんですかね。すごいわ。最後に子供たちの話をしてくれました。从来没让我操个心里说这个小孩哈很听话的，晚上我读书的时候我们会让他晚上早点休息，他每天晚上12点多钟把他作业做完了，挺好的。反正我感觉我们家孩子特别懂事。いやもう子供の話の時だけニコニコが止まらない。他说你在说你女儿的时候，你的就是很开心。長い年月、家族のために働き続けてきたご夫妻。2人の穏やかな表情を見ていると、これまで重ねてきた日々が静かに報われているような気がしました。今回はですね、いろんな深センに住むですね方の住居をですね見てきました。で、今回本当にね一番気になる人がいるんです。彼です。じゃあアレックス、次こそは住居を見せてください。はい。皆さん通訳と思ってるじゃないですか。会社をいくつも持ってる大社長。いやなぜ通訳をしてくれてるかはよくわからないぐらいすごい家らしい。
車何個あるんですか？何台あるんですか6台。 ？6台、じゃあ次回いいね、チャンネル登録といいねをして皆さんぜひ待っててください。はいアレックスの次は豪邸を見に行きましょう。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。